欲を言っちゃうと週2でデカ盛りを食べたいよね。というわけで今回は千葉県四街道市にあるご飯屋さんチキボン亭にやってまいりました。こちら過去にはオモウマい店にも登場したことのあるお店ですね。知ってる方もいるのではないでしょうか。食べるスペースはカウンター席厨房のところと、それからこちらですね、テーブル席エリアがございます。今回はねこちらのテーブル席ご用意いただきました。メニューはこんな感じで、ハンバーグだったり唐揚げだったり、それから思わず目を疑うようなモンスターバーガーなどがございます。ソフトドリンク、それからアルコールなども充実してまして、デザートメニューがこちらです。早速着席しましたが、このライティングの雰囲気がなんか取り調べ受けてるみたいですね。窓にはねスクリーンもついているので、刑事ドラマとか映画とかで見かけるなんか指でシャッて開けるような遊びとかもできちゃいますね。これはごっこ遊びがはかどります。これ今ストレッチしてるんですけど、どうしてもナルシソアナスイみたいになってしまいますよね。最近暇さえあれば首とか顔のねマッサージしたりするんですけど、ひどい顔してるし前腕も焼くすぎみたいですね。今回新しく新調した T シャツ着てますね。富江とハローキティコラボのやつです。これはもうヘビロテ間違いなしです。すでに注文は済ませたんですけど、しばらくしてからねこのお皿とスプーンがやってきて何に使うのかなって思いました。後々知ることになります。さっきまでカンカン照りだったのに突然雨降り始めて、なんだかねちょっと不吉な感じでしたね。急に雨降ってきたんだけど、あとすいません、ありがとうございます。わあすごい。はい、すげえ笑うしかないですね。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。多分もお作りいたしました。そうですね。承知しました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ご検討のはい、ありがとうございます。というわけでね、クレイジーなメンバーがとりあえず揃いました。こちらチーズインチーズハンバーグの L サイズとライスの中盛りサイズですね。早速食べていこうと思います。いただきます。うわー、やば。はい、4歳児みたいな反応になってしまいましたけれども、名前の通り中にも外にもチーズたっぷりです。一旦味噌汁で落ち着く。こういうのでいいんだよ。これお箸の方がいいんじゃね。うわ、ふわっふわよ。結構サイズがサイズなだけあって、なんか固めすぎて食感硬くなっちゃったりとかしてないのかなって思ったんですけれど、今言ったようにねすんごいなんかほわほわふわふわな食感で大変美味しかったですね。意外とさっぱりしてて、そこもポイントとても高かったです。これがちなみに L サイズで多分全部で1キロくらいあるんじゃない？たまんないね。下にねミートソースパスタが1人前くらい入ってますね。 L サイズのハンバーグのお肉自体は 400g くらいらしくて、中と外のチーズ入れたら 500〜600g、 そして付け合わせで 1kg あるんじゃないかと思います。お豆腐的な小鉢もね高野豆腐みたいなやつとかひじき、それからたくあんもついてきたりします。素朴な味でね美味しかったですね。やばい、幸せな味しかしない。店主さんがねすごい走ってらっしゃる。普段こういうのあんまり喋らないんですけど、この空間自分しかいないんで自由に使ってくれっていうことだったので自由に使います。コーンも入ってますね。雨すごい強くなってきてる。大丈夫かな。はい、全然関係ないんですけど、しばらくね顎についてるチーズに全然気づかずに食べ進めていくので、その点ご了承くださいませ。本当にお肉がね今まで食べたハンバーグで一番濃厚ふわふわ。これ中盛りなんですけど、ご飯がぶっち
ちゃけ大盛りにすればよかった。ちなみにご飯は小盛り、中盛り、大盛りと選ぶことができて、大盛りにすればよかったなんて抜かしてますけど、大盛りにするとね、漫画日本昔話みたいなサイズのやつが来るらしいので、こちらはねぜひ皆さん気をつけていただければと思います。それからなんだかんだね、この後に来るものも考えると、この時中盛りサイズにしておいてね、マジ自分で自分の身を助けたと思います。でももしもう一品頼んでいなかったとしたら大盛り確定でしたね。それくらいね、このチーズインチーズハンバーグ、ご飯が止まらないような一品でしたね。もうなんなら今ね、下のナポリタンと一緒にご飯食べてましたけれども、もう炭水化物で炭水化物を勧められちゃうような、そんな感じのね素敵な味付けで、もう心の中でね、誰か俺の箸を止めてくれって叫んでおりました。参っちゃいましたね。幸いね、そんなに家がなんか1時間かけて来るようなところじゃないので、これまたちょっと来たいっすね。美味しい。こちらのお店ね、各種いろんなメディア、それこそ思うまい店とか、あとは最近 YouTube とか TikTok とかでも結構紹介されたりしているみたいで、もうほんと早いとね、お昼2時とかには売り切れてしまうようなかなりの人気店ですので、行くことをご検討されている方はお早めにね行くことをお勧めします。幸い自分そんなに遠くに住んでないので、ぜひまた来たいですね。もうね、ザ・ナポリタンって感じで美味しいですね。そう、この付け合わせのパスタもね、付け合わせっていうレベルではなかったですね。それくらい本当にすごく美味しくて、これだけでね、もうほんともう一品頼んだような気持ちにさせられてしまいました。やばい、美味しすぎて鼻出てきた。はい、最近ね、なんだか美味しいものを食べるとね、なぜだか鼻が出てきてしまったりとか、あとは血糖値上がってくるとね、目の下汗かいたりと、なかなか忙しい人間なんですけれど、あらかじめどれにするかは決めてはおいたんですけれども、どのメニュー、特にハンバーグがですね、すごく魅力的に映ったので、かなり悩みましたね。ハンバーグもね、結構いろいろ種類があるんですよ。で、このチーズインチーズとかチーズハンバーグがやっぱり一番人気っぽいような感じですね。結構レビューとか見てると、それが結構すぐ売り切れちゃうみたいなことは言ってましたね。ここで皆さんにね、いいニュースです。顎のチーズがですね、やっと落ちました。 YouTube やり始めてね、もう結構経つんですけれど、未だにね、口の周りになんかついてたりとか、そういうのにね気づく能力が非常に欠如しておりますね。一番引いたのはあれですね、なんかドーナツだかパンだか食べてて、髪の毛にパン粉みたいなついてた時は、なんか自分どういう原理でそこ行くのって正直思ってしまいました。ご飯のサイズあれだったと思うんですけど、中盛りで他のお店の大盛りくらいあると思います。はい、ご飯のサイズの基準値がね基本的に多いので、小盛りで多分普通の定食屋さんの普通盛りとかが出てくるような感じになるのかなと思います。なのでね、小食さんとかはもう小盛り一択になるでしょう。たくさん食べるよっていう方はね、もう眩しいくらいの笑顔で大盛りを頼みましょう。じゃあ、暑くて涙出てきた。はい、美味しくて鼻出るわ、血糖値上がって目の下汗かくは、今度涙まで出てきてね、なんか顔面から出る液体をとどめる能力がえらいことになっちゃいましたね。ハンバーグガストいただきます。はい、無事ねチーズインチーズハンバーグを完食し終えましたが、下から出てくる鉄板焼きナポリタン、なんかもうこれそのまんま定食屋さんとかではいお待ちって出されても全く違和感ないですよね。それくらいのサイズ感で、大食いさんからしたらこのお店はもうねヘブンでしかないですね。こちら鉄板で提供されるので、ハンバーグも付け合わせのパスタとかも最後まで熱く楽しむことができました。マジでこのパスタの量おしゃれなイタリアンの3倍くらいあるぞ。ご飯完食です。
はい、ここでねご飯を完食しまして、それからね今は小鉢類ですね、ラストスパートをかけております。味噌汁もねスポドリ飲むくらいの勢いで飲み干しますね。美味しい豆腐の味噌汁でした。それからこちらのね高野豆腐とひじきもね実家のような安心感を与えてくれる、そんな素朴で美味しい味でした。もうこういうのなんぼ食べてもいいですからね。多分スプーンみたいな。装備はもう横にね備えられているので、その時の戦況によって変えることをおすすめします。ミートソースがマジで結構癖になる感じですね。もう一般の方がね食べたらブリブリに決まっちゃうようなミートソースでしたね。ハンバーグとも合うし、パスタとも合うし、それからご飯とも合う、そんなね美味しいミートソース食べるときはマジで飛ばないように気をつけてください。こちらも美味しかったです。ハンバーグも完食です。ごちそうさまでした。食後のデザートですね。頭おかしいだろ。どうだ。あ、なるほど。これをのお皿ってことだったんですね。ちょっと難しいものが多い。いやー、すごい。いきますよ。なるほど、ありがとうございます。じゃあ美味しくいただきます。はい、ありがとうございます。こっちの画面入ってないもんね。まあこうなるよね。チョコパイ的な。これちょっとマジでどうやって食べよう。こうか。ああ、うわ。これはね、幸せって言うんだよ。いや、これ美味しすぎて頭おかしくなっちゃうな。はい、こちらもね一般の方が食べたらブリブリに決まっちゃうような、そんなパフェですね。こちら頼んだのがジャンボチョコバナナパフェです。まず届いた時にね驚いたのがこのサイズ感ですよね。びっくりドンキーも尻尾巻いて逃げるレベルのサイズの大きさにとってもね驚きました。あまり大食いでない一般の方がね生半可な気持ちでジャンボチョコバナナパフェだって言って頼んじゃうとね、虹の向こう側が見えてしまうかもしれないので、こちらもね十分気をつけてご注文されるのがよろしいかと思います。こちらハンバーグでね結構体がほてっていたこともあったので、めちゃくちゃいいタイミングでしたね。これアイスどんだけ入ってんだろう。あ、でも見えてきたね。この時点で3分の1くらいとかですかね。ハンバーグ食べ終わってまあまあお腹いっぱいになってたんですけど、まあデザートは別腹になってしまいますよね。それこそレビューか思うまい店テレビで見たか覚えてないですけど、これ 1.5 キロくらいあるらしいです。いや、こうじゃないとね。数字とかで 1.5 キロみたいな感じで示されるとなんだかたぎるものありますよね。これバナナ2本分くらい入ってんのかな。はい、このパフェを構成しているものの内容なんですけど、バナナ、ホイップ、アイスクリーム、チョコソース、それからチョコパイみたいなやつとコーンフレーク、それからブルーベリーソースが中にって感じです。さっき結構熱いもの食べてたおかげもあってね、ちょうどいいっす。はい、私の悪い癖なんですけど、お腹いっぱいになってくると語彙力が落ちます。マジアビスに挑む冒険者の気持ちだわこれ。今ちょっとふと思ったんですけど、左手の大きいスプーン使えばよかったなって思います。パフェもね、いろいろ種類あって、自分これジャンボチョコバナナパフェなんですけど、ジャンボ黒蜜きなこパフェと正直迷ったかな。近々また行きたいと思っているので、私にこれ食べてほしいっていうのがあったらコメント欄までお願いします。あ、そっか。これ先端細かったけどさ、下行くにつれてファイがさ太くなってくんだね。なんかだんだん減らなくなってきたなって思ったらそういうからくりか。
この時までずっと手のひらで転がされていることに気づきませんでしたね。でも今日極寒じゃなくてマジでよかったわ。まあ T シャツでいるくらいだからね。これでめっちゃ寒かったら、まあ言うて今寒くなってはきてるけど、確実に持ってかれてたね、これは。命。なぜかこの日ね、寒波だのどうだのっていう風にニュースで流れてる時で、なぜかこの日だけ最高気温16度っていう、いや持ってましたね。さすがにちょっと寒くなってきた。ここでやっとね半分超えたくらいですかね。これでやっと普通のなんかジャンボパフェって感じですよね。アスター盛り付けこれマジで綺麗な。自分これまでねケイズキッチンと称してデカ盛り料理作ってきたので、これはぜひ参考にしたいです。まあ前情報的な感じでね、チョコバナナパフェなんか動画とかで見てたんですよ、写真とか。思ってた倍でかい。写真とかではねでかいなくらいだったのが、いざ見るとおーって感じです。なんか下に行けば行くほどアイスの密度すごくねえかこれ。そうなんですよ。やっぱりね土台をしっかりとこうみちって固めるためにね、結構ねアイスがこうギュッギュッと詰められているような感じでしたね。しかしアイスエリアの終わりが見えてきた。アイス結構多いんですけど、自分アイス大好きなので幸せでしたね。店主さんがうわやっべえっていう感じでめっちゃこっち見れた。そう、店主さんがすんごいいい人で、心があったけーってなりました。お腹いっぱいになってきたのもそうなんですけど、寒い。そうこのジャンボチョコバナナパフェ、他のパフェもそうだと思うんですけど、こちらね頼まれる方はぜひ上着を着て挑戦していただければと思います。めっちゃ寒くなります。アイスサイドいただきます。あとはもうコーンフレークとかだけかなって思ったらね、中にさらにチョコパイが入っておりました。ありがとうございました。こういうねちょっといたずらっぽいところもねまた可愛らしさあっていいですよね。これはもう嬉しいサプライズでしたね。チョコパイ美味しい。あとねブルーベリー入ってましたね。厳密にはねブルーベリージャムソースみたいな感じでしたかね。キットカットみたいなのも入ってた。最後いただきます。めっちゃお腹いっぱい。というわけでごちそうさまでしたということで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。